アリサさんは何歳までインフルエンサー活動を続けますか？わー、難しい質問だ。それって私に言う？やりたいことあるってめっちゃ貴重だから。30分でタイマーかけてスタート。こんにちは、上野アリサです。今日はQ&A を取っていきたいと思います。毎月皆さん質問ありがとうございます。今日はねちょっと今洗濯機を回してるから音がうるさいかなと思って久々にマイクをつけてちゃんとねマイクを活用するっていうことをやっていかなきゃいけないんだけど、ついつい忘れがちなのでちゃんとマイクをつけてやっていきたいと思います。はい、では、30分でタイマーかけてスタート。今回もねたくさん質問ありがとうございます。めっちゃ来てる、ありがとう。では、質問だったり相談だったりとかを返していきたい返していきたいなと思います。で、最近私マジで YouTube のストックがなくって、これも多分超スピード編集していただいて、編集の皆さんにもう超タイムリーに上がるって感じだと思うんだけど、すごいテカテカだね。パウダーもっと乗せればよかったと思うんだけど、もう本当にちょっとバタバタすぎて Vlog も全然撮れてんだけど、マジで要所要所しか撮れてなくて、みんなに話したいこととかアップデートしたいこととか、大した大きなアップデートじゃないけどさ、いつも Vlog で話してるようなこういうコミュニケーションみたいなこともめっちゃ話したいことあるのに全然撮れてなくってさ、なのでもうちょっと一回ライフバランスを整えて落ち着いたらいろいろちゃんと動画もしっかり撮っていきたいなと思ってるんですが、ちょっと今週2更新が厳しいです。マジでバタバタすぎて。じゃあ質問を拾っていきます。じゃあこれからユニクロ GU プラステで購入されますか？あまりしない。ユニクロは結構使うけど GU ももしユニクロの店舗に行ったら隣に GU があったりすることがあるから軽く見たりするけど、あんまり着ないかな。ユニクロは日用品にめっちゃお世話になってる靴下とかヒートテックとかキャミーとか、あと子供服にめちゃくちゃお世話になっています。アリサさんは何歳までインフルエンサー活動を続けますかっていう質問が来てるんですけど、インフルエンサー活動わかんない。私もさ20歳ぐらいからもうあと 2,3 年だからって言ってここまで這いつくばって頑張ってきたので、すごく楽しいお仕事なので続けたいし、本当にさ言ったら17からだから、人生17の時は雑誌とかだけど、雑誌で始めたから、こういう世に発信をアメブロとかも含めし始めてからもう人生の半分以上それをやってるわけよ。30今年7でしょ。17歳から20年ぐらいこれをやってるわけで、インスタグラムで言ったらもう14年ぐらいやってるわけで、だからこれを続けられるニーズがなくなってもきっと SNS は続けていくだろうなって思ってます。ただこれをしっかりメインのお仕事としてやっていけるのは本当にみんなのおかげだし、いつまで続くから皆さん次第です皆さん次第というか、私がみんなに飽きられないようにコンテンツ作りだったりとか、クライアントさんとのコミュニケーションだったりとかを抜かりなく今後も頑張っていきたいなって思うので、ただやっぱりね子供ができてからどうしてもこのコンテンツが前ほど時間をかけられなくなっちゃったりとかっていうのはこの1年すごい振り返って、息子も1歳になって振り返ってみるとそうだったかなみたいなのはあって、ただいろいろバランスもちょっとこの1年で見つけ出してはきたので、もうちょっと質のいいコンテンツを上げられるようになりたいなと思ってます。皆さんよろしくお願いします。最近カラコンされてますか？おすすめあったら知りたいです。アリサさん大好きです。ありがとうございます。私は最近カラコンをつけるってなったら、リアルリング、オーレンズのリアルリングのブラウンをすっごい自然なのね。今日はつけてないんだけどすっごく自然に盛れるので、オバでもいけるカラコンって私は思ってるんだけど、どうだろう、ちょっときついのかな、分かんないけどリアルリングのブラウンを使っています。この先2年で婚活を頑張るかワーホリに行くためにお金を貯めるか悩んでいます。アリサさんならどうされますか？いつも YouTube 楽しみにしてます。ずっと応援してます。ありがとうございます。この系の質問、これはまた違うシチュエーションだけど、私必ず答えるのはもうワーホリ行けっていうことなんですよ。だってワーホリで婚活できちゃうかもしれないじゃん。現地の人と結婚するかもしれないし、婚活って2年間を犠牲にしてまですることかな。自然とできるのが理想。ワーホリの2年間の方が絶対に自分の価値が上がるっていうか、経験値も上がるし出会いも多いと思うから、もしかしたら結婚違うかもってなるかもしれないし、海外に出て自分を違う環境に置いたりとか違う文化に身を置くって、私もしてないから偉そうなことは言えないけど、海外にこれだけ行ったりとかいろんな友達を作ったりとかして価値観とかも私も積み重なって蓄積されて出来上がったから、そういうのを考えるともう絶対にワーホリだと思います。
カメラ欲しいんですが GR 持ってますか？いいですか？ GR めっちゃいいです。 GR 持ってます。私は基本的にギフティングを送っていただいた時に GR で物撮りしてて、全然それ以外もう使ってないんだけど、息子を撮る時とかやっぱライカも買ったんだけど、やっぱねキャップを取って立ち上げて両手で持って首にストラップかけて落とさないようにみたいな、なんかね大変。ライカすごくいいけどいいカメラだし、やっぱ思い出を残すにはライカはすごい買ってよかったしって感じだけど、あとイベントごととか自分がカメラマンになるみたいな感覚だよね。で GR は超手軽でおしゃれな写真がエモい写真とかを撮れるので、息子のこともカシャカシャカシャ、シャッタースピードも速いしカシャカシャカシャって連続でも、まあライカのが速いかシャッタースピードっていうかシャッターはだけど GR はほんと片手で立ち上げて片手で撮影してってすっごい手軽なのでめっちゃおすすめ。自分のことも GR で撮った方がいいんだろうけどつい iPhone で撮っちゃう。あと G7X、 私はキヤノンのこの G7X をめっちゃ使うので G7X で自分のことを撮ることが多いです。ピントが一生ないのねこの子。本当に修理出してさ、またさ高いお金払って修理出したのにさ、でもやめられないこのカメラ。みんなは結構迷惑がってジュリアちゃんとの動画とかやばすぎてさ迷惑がってるかなと思うんだけど、めっちゃ好きなんですこのカメラ。文句ばっかり言ってるけどね。わー難しい質問だ。私は今大学生で海外旅行はしたいと思ってますが、円安なので海外旅行にはなかなか行けずにいるので、アリサさんだったら何をするのか気になります。そうですよね、私の時は円高だったので、逆に大学生の時とか普通に1ドル86円とかの時あったよね、マイルズ。だからもう超グアムとか近いところで、大学生お金ないじゃん別に。だから物価が別に安いわけじゃないからあれだけど、円高はマジであの時にキャッシュ持ってればとか今思うけどさ、あの時旅行いっぱい行けてすごい良かったなって思うからね。大変だよね今もうさ、旅行って本当特にこの戦争とかでさ飛行機もどんどん上がっちゃってるしさ、富裕層のものみたいになっちゃってるじゃん海外旅行が。だからもう学生のうちに本来はいっぱい行くべきなのに行けないのは本当になんか辛いな、かわいそうだなって思うんだけど、私だったら何するかな。海外旅行に行けない。でも今さもう物価高すぎて日本でも何するにもお金かかるよね。でも海外に比べたら安いのか。何するだろう、すごい考えちゃうねこれ。趣味見つける、なんかスポーツとかテニスとか、コロナ禍とかでテニスめっちゃハマってた。あと絵描いたりとか、そういう趣味の教室とかもいい気がするな。コロナ禍海外行けなかったからね、その時どうしてたかっていうとそういうのをやってたかな。あとはもうやっぱ韓国とかのそこまでお金がかからない海外に行ったりとかかな。バリとかもいいしね、出れるんだったら出た方がいいね。ごめんね全然なんか何するんだろうって感じだけど、コロナ禍とはまた違うもんね。外には出れるんだもんね、なんかスポーツしたりとかしてました。ごめんなさいマジで参考にならなさすぎる答え。セミロングボブいつ頃してくれるんですか？楽しみにしてます。ありがとうございます。いやもう髪が本当にやばいのよ。沖縄いる間とかも本当にやばくて、今日めっちゃ調子よくてさ、やっぱね気づいたのこんだけ生きてて今更気づくんかいって感じなんだけど、シャンプー後だからお風呂上がりにタオル巻いてるじゃん。それで時間を置かずにすぐにドライヤーすると髪がめっちゃ調子いい。あともう 100% 乾かすことってマジ大事。それは分かってたんだよ前から。 92% で寝ちゃダメっていうのは癖がつくからこうやってたんだけど、濡れた状態でいる時間を少なくするって本当に大事なんだなって今朝とかも思った。めっちゃ今日髪綺麗なんだよね。アイロンちょっと通してんだけど寝癖にけども手触りが今日最高感じでした。そんなことはさておき、このくらいにはしたいよねって思ってる。可愛くないけどアレンジができるぐらいの短さでこの汚い毛を切ろうと思ってます。いつにしよう。美容院行けてないのでプリンも染めに行かなきゃ。ボトックス打たなきゃ。ここほら眉間にもう戻ってきちゃったね。眉間のさ眉ボトしたの、眉毛がモコって盛り上がるぐらい筋肉がすごかったから。でそしたらおでこ打ってなくて、こっから上だけさめっちゃさシワが目立つようになっちゃったからボトックス打たなきゃ。アリサさんのバンダリーズは何ですか？バンダリーズってさ境界線みたいな、ここまでは許せるけどここまでは許せないみたいな、これ多分他人に対してのってことだと思うんだけど、初めての人とかだよね。初めての人に関しては分かんない、言葉で説明できないけど距離感、やっぱ距離いきなりめっちゃ近いとってなるかも。別にフランクが嫌だとかじゃない。フランクは好きなんだけどすっごい独特な距離の詰め方する人いるじゃん。それは結構ってなるけど、それを言葉で説明しろって言われるとすごく難しくて言葉では説明できなくて、友達に関してはそんなにないかも。全然なんか何でも土足でズカズカ来てちょうだいって感じ。ただなんか
文句は言われたくないかな。なんか私の例えば子育てだったり家族のことだったり相談して返事をくれるのは嬉しいけど、そんなこと友達いないけどね。例えばただ文句を例えばさこれありさこうやってるけどこうじゃないみたいなの言われたことないよとか言われたら結構喧嘩しちゃうってなっちゃうかもって感じです。嬉しい。ネイルのデザインはいつもどうやって決めてますか？いつも素敵です。ありがとうございます。こんな感じで今もとっても可愛い。指のささくれや乾燥は気にしないで。めっちゃ可愛いの。ラブルでやってるんだけどいつもネイル基本ピンタレストでもうネイルピンタレストみんな使ってる。めっちゃ便利なんだけどリファレンス探すのにネイルを好きなのを保存するとその下にアルゴリズムが提案してくれるの。似たようなネイルとか好きそうなものをそれで保存ってやって時間がある時に保存しといてその保存のページの中から探したりそこの紐付けのアルゴリズムから探したりして結構当日に決める。当日道中ネイルサロンに行く道中に決めることが多いです。これは今回沖縄に行くからちょっと夏っぽいギャルネイルにしたいと思って雨だったんだけどギャルネイルにしました。去年も同じようなデザインをやったんだけどで今年初めてプライベートで産後初プライベートで海外旅行にマイルズありがとうって感じなんだけど行かせてもらうのでまたケミオくんやみちちゃんマイルズあっちのマイルズケミオくんの方のマイルズと今回4人なんだけどみんなスケジュールが合わなくてヨーロッパ旅行にもう予約済みです。夏休み私の夏休みママの夏休みが始まります。なのでその時はもう超ギャンギャンのネイルにしていこうと思っててもう24時間酒も飲もうと思ってるんだけどもう私だけねすっごく楽しみなんです。 Vlog も撮るのでぜひお楽しみにしててください。そっか。これに関しては拾うね心配だから外出やクリニック旅行など予定の1ヶ月前から不安に襲われます。どうしたら平常心でいられますか？これごめん私は質問に返せないんだけどでもクリニックってそういうクリニックかな？行ってるのかな？なんかさお薬とか飲まなきゃいけないのかな？そういうのって多分不安症とかそういうことだよね。けどさそれって行ってみたら実は平気なの？それとも行ってみてもやっぱり不安でどうしようもないのかな？なんか行ってみて実は平気だったなんだ平気じゃんっていう経験を積み重ねても変われないのかな？なんかごめんめっちゃ私がすごい来やすい感じにまとめちゃってたら申し訳ないんだけど私も理解したくてこれって経験が自分を変えてくれる状況じゃないのかな？どうしたら平常心でいられますか？でも本当にどういう事柄に対してこの不安を覚えるのかっていうそのエッセンスがわからないから何とも言えないんだけど誰も自分のことって気にしてないのっていうのは私よく言うことでなんか例えばすごいネオギャル時代とかめっちゃ派手な服着てたし派手な髪の毛してじゃあ渋谷でも待ち合わせ場所にされる友達にアリサ探してみたいに言われるぐらい派手だったり例えば自分がなんか日本とかの街でちょっと浮いた行動をしたりとか人に迷惑かけるようなことじゃないけどとかがあってもあんまり私気にしなくってモラルは守ってたけどそれはなぜかっていうとあと酒うつもそうなのね。二日酔いで昨日やらかしちゃった恥ずかしい酔っ払ってみたいなのも酒うつも私秒で終わるんだけどっていうのも誰もなんか私たちって自分軸で生きてるから自分中心じゃん。自分がやってしまったこと後悔したり自分が恥ずかしいことしたことを振り返って恥ずかしいってなるけどそんなに世の中って自分を見てくれてなくって自分のことを覚えててくれてないって思ってるのね。で実際そうだと思うからだから自分は怖いなとか思うし人の目が気になるのかなどうなのかなそこがちょっとわからないからもし本質から話がずれちゃってたら申し訳ないんだけど本当に例えばじゃあすっごい派手な格好しててもやばあの格好って一言言われても明日に思い出されることはないし人も人の人生を生きてるからその私が入る隙間なんてないの人の人生にって思ってる。だからお酒でやらかしちゃった時も次の日はなんかもしかしたら友達が思い出すかもしれない。ありさ昨日やばかったなププってなってもじゃあ1週間後にはそんなことも忘れてるだろうからみんな人生があるからねっていう風に思うとちょっと心が軽くなるかなって思うんだけどどうでしょう。平常心でお出かけができるように願ってます。頑張ってください。頑張りすぎないように頑張ってください。今アリサさんがフリーだったとしたら何を大切にして相手を選ばれると思いますか？もう私はマイルズに慣れてしまってるので優しさしかないですね。もうこんなに優しくされることを覚えてしまったら無理優しい人じゃないとって感じ。もう優しい人でお願いしますお願いしますそれって私に言う？34歳でこれから子供を作ろうか考えてます。周りを見るともう遅いかなと悩んでますね。私35で産んでますし第一子ねまだ全然先のことも考えてますんで全然遅くないです。
技術も発達してますんで、まずは子供を作ろうって考えてるのは、まずは相手がいるならまずトライするでもいいし、検査に行くでもいいし、まずトライでいいと思うけどね、検査に行くでもいいし、早いに越したことはないと思うので、これから子供を作ろうかなって考えてるんだったら、ぜひ私は本当におすすめします。本当に母になれてよかったって思うし、子供っていう存在に本当に変えられたっていうか、もう本当に素晴らしい経験だなって、この先も楽しみなことがたくさんあるしって思うので、全然遅いことなんてないと思うので、チャレンジしてみていただけたらと思います。もし今 JK やるとしたらどんな感じで制服着ますか？わからないんだけど、最近さ靴下短くない？なんなん俺混んで短い靴下履いてるじゃんみたいな。私の時ありえなかった。だって学校の校則が三つ折りソックスだから、くるぶしよりちょい上みたいな、この、かかとからこうやってやった時にこれ出ちゃいけないみたいな感じだったので、みんな紺ハイソかルーズだったのね、ルーズソックスだったの。今さハイソックスみんな短いんだよね。なんかこれが流行ってんだって思うけど、流行りって面白いよね。制服の流行りもすごい出るじゃん、時代が。でも流行ってるやつやってると思うよ。今自分が JK でも紺の短いソックス履いてるんじゃないかなと思います。髪の毛とかで校則によるよね、髪染められるかどうかとか。でもさ、みんなさなんか髪染められるような学校に行ってる子もさ、最近はもうさニュージーンズみたいな黒髪ロングの子がめっちゃ多いじゃん、ツヤツヤの。でも私髪質がそういう地形じゃないけど、それやってたんだろうね。頑張って伸ばして黒髪ロングみたいな、普通にただただトレンドを追った JK だったと思います。マヨルカ島に新婚旅行できます。一番のおすすめは、いいなおめでとうございます、ご結婚。新婚旅行マヨルカ島最高。私はマイルズと一回まず行って、その後にその次の年かなにケミオくんとかみんなといつものメンバーで行ったんだけど、マイルズと行った時もケミオくんたちと行った時も両方行ったのがホテルコラゾンって、私たちが宿泊したぜひ Vlog 見ていただけたらと思うんだけど、コラゾンはランチとかご飯レストラン利用だけもできるのね。でソレルっていう地域にあって、すっごくデザイナーズだし、フロントの人にちょっと空いてる部屋見たいとか言ったら見せてくれたりとかもするのね。お部屋もすっごく可愛いし、ご飯も美味しい、ヘルシー系だけど美味しいし、コラゾンの T シャツとかめっちゃ可愛いから、そのご飯食べてグッズ高いんだけどね、パロサントとか置いてるために買ったんだけど、その灰皿で200ユーロとかみたいな、買っちゃうみたいな、もう観光客マジックみたいな感じで買ったんだけど、すっごくね可愛いグッズがあるので見ていただけたらと思います。楽しんでください。あと列車もめっちゃ楽しいよ。電車に乗って街のところを行く電車の名前忘れちゃったけど Vlog 見てくださいミネルズくんの寝ない話とか詳しく聞きたいです。うちも寝ない子で何したらいいのかとかいっぱい調べちゃいます。夜通し寝るって何と思って活動時間とか意識したりしてますか？もう活動時間はちょっと意識してる。今うちの月齢だと3時間半から4時間なのね。で活動時間っていうのは日中続けて起きてる時間、起きてられる時間で3時間半から4時間経ったらお昼寝させなきゃいけないみたいな、活動時間みたいなのがあるんだけど、月齢によって。でそれうちは3時間半から4時間なので、起きた時に次寝るのこのくらいだなってなんとなく頭に入れといてっていう感じにしてるけど、保育園では本当ね9時半から4時とかにで入れて30分しか寝ないの、その間に。もうそれとか超疲れてるかわいそうって感じなんだけど、もうマジで寝ない子なので、昼寝が下手でもともと。この間1回夜通し寝したの、ガチの夜通し寝。7時に寝て次の日の朝6時まで寝たの。その時マイルズがいなくて母が泊まりに来てくれてて、で母はリビングのソファーベッドに寝てて、私は上で息子と寝てるんだけど、やばい夜通し寝たみたいな、イエーイとか言ってて、でそっからまた夜通し寝なくって、全然起きてミルクあげてみたいにしてて、でマイルズが帰ってきて1日夜通し寝した日があったの。で夜通し寝したと思ってキューボ AI でさ録画してるからさ、それを見返したら普通にめっちゃその時も違う、マイルズがいたんだけど、リビングでマイルズが寝落ちしてたのか、で私しかいなくて、で夜通し寝したんだけどとか言ったら、いやめっちゃ起きてたよみたいな。息子が起きて私の顔とか叩いたりよじ登ったりしてるのに、私グスカグスカ一切気づかず寝てて、で普通に寝ながらトントンとかしてて、で息子も諦めてそれで30分ぐらい起きてんの、寝るみたいな。だから夜通し寝してなかったの結局普通に私が気づかなかった。もう全く気づかないの最近。息子が泣いても最近座り込むのね、息子起きて、私によじ登って起きてあーとか言って、そしたら座り込んでずっとこうやってやって、一人で喋ったりとか可愛いことしてて、私はそれを全く知らないみたいな、後からキューブ AI で気づくみたいなのが多いから、実際夜通し寝してないんだけど、この間その沖縄に行った時に夜のミルクをちょっとやめてみたのね。したら寝る時はミルクあげるんだけど、その12時とか3時とかに起きるんだけど、その時のミルクをあげないでみたら意外とあげないで
根に戻ってくれたから、もうなんか夜のミルクは卒業できそうだなって感じで、ただ離乳食いっぱい食べてくれないと栄養取れないじゃん、ミルクから取らないと。これどうしようって感じだけど、夜通し寝は、話はそれちゃったんだけど、夜通し寝はマジでしません。してるって信じてたけどしてなかったし、でも確かに1回の寝時間、起きてくるまでの時間はちょっと伸びたかなって思います。だいたい7時ぐらいに寝るんだけど、多分3時4時には1回起きる。前は12時も起きたんだけど、12時がちょっとあったりなかったりって感じでも、泣きはする。なんかあーとか言って大丈夫大丈夫トントントンってしたらすぐまた寝に戻るみたいな。ミルクをあげなくて済むようになったので、3時4時の時も結構覚醒したりとかもするけど、どうにかミルクなしで寝かしてみたいな風にしてるかな。いつか寝るからきって信じてるから。基本私子育て全部そうなの。いつかやるだろうって。なんか今息子ハイハイできないのね。ずっとずりばいなので、捕まり立ち伝え歩きも始まってて、ハイハイ未だに一度もしたことないんですね。だけどハイハイの姿勢はするんだけど、そこから進むってことをしなくて、でもそこも別になんかバランス感覚良くなくなるとか言ってるけど、どうにかなるっしょって思ってるのと、させたいからさせられるようには協力はしてるけど、する気ないならいっかみたいな感じだし、いつかするでしょっていう。ご飯もいつか自分でこうやって食べれるようになるし、なんかストロー飲みとかもさ、いつの間にかできる、自分からコップ持ってできるようになったりとか、勝手にできるようになるから、勝手にっていうかやってたら、だからもう何もそんなに焦ってないし、そんなに焦らない、こっちがきついけどね、睡眠不足はそんなに焦らなくてもいつか寝るでしょうと思って頑張りましょう。産後体型戻りましたか？いや戻ったんだけど、フルで戻ったんだけど、むしろそこからちょっと痩せちゃったりとかしたんだけどね。忙しくて自炊ママのご飯しか食べてなくってちょっと痩せたりとか、結婚式ぐらいまで戻ったわみたいな時があったんだけど、多分今普通に妊娠前プラス 2,3 キロなんじゃないか、怖くて体重計乗ってないんだけど、信じられないぐらい食べてる。もう信じられないぐらい食べてる。2回言うぐらい食べてるの最近。本当に時間も気にしなければ。妊娠中もそうだったのね。妊娠中ぐらいすっごい食べてるから、沖縄とかでもやばかったし、マイルズと同じ量食べるのだから、ちょっとダイエット始めようって今思ってるところです。だけど産後の体重は戻ったけど体型は戻ってないよ。もう腹とかもほんとやばいし、なんかさ、でもさ、痩せるなら今だみたいな思ってるんだけど、ピラティスも行ってないし、もう腰痛もやばいからピラティス行かなきゃって思ってんだけどさ、せっかくのこのさ、じゃあ息子がいません、仕事も今日ないです、じゃあ何するって言ったら家のことやったりさ、この動画撮るでしょとかさ、で離乳食作るでしょとかやるとさ、でピラティスだから家の近くで探したいなって思ってる。家からちょっと距離があるから車で行かなきゃいけないから、車でそっかみたいな、ちょっとやめとこうみたいになっちゃって、ピラティス行けてないので行かなきゃなって思ってます。あと10秒、1回止めちゃう。1回、じゃああと 1,2 問で終わりたいと思います。28歳バリスタに挑戦したく仕事を辞める決意をしました。おー素晴らしい。この決断どう思いますか？少し不安もあり、ぜひ一言いただきたいです。いやだからいつも言うんだけど、ピントいつも言うんだけど、やりたいことあるってめっちゃ貴重だから。やりたいことない人が大半だから。だからやりたいことがわからないとか、やりたいことが行動してまでやりたいっていうことがある人の方が稀だから、もうすごいよ。それって超恵まれてるって思った方がいい。これはこの方だけじゃなく、やりたいことがある人はめっちゃ恵まれてることだと思うから、しかもね、仕事も辞める決意をしたっていうことなので、その決意ができるっていうこともすごいことだから、ぜひそちらの道頑張っていただきたいと思います。美味しいコーヒー飲ませてください。じゃああと2個拾うね。ごめんなさい、めっちゃ素朴な疑問なんですけど、マイルズさんってアリサさんの動画見るんですか？見ません見てないけど、たまにインスタも YouTube もいいねしとくねとか言って、なんか30個一気にとかインスタいいね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 とかしてくれたり、動画もなんか高評価ってしてくれたりとかしてます。はい、じゃあ最後の1問にします。ミニルズとお家でどんな遊びしてますか？11ヶ月になる娘がいるので参考にしたいです。どんな遊び？うちはね、もうこれなんだよね。もう絵本の虜なので、最近全然おもちゃで遊ばなくって、もう本当に抱っこってきて、はいって抱っこするとうんって指さして本棚を読めってやるので、これって言うと、なんかそれの時は座るの、私の上に。それじゃないとうんって違うの指して、もう意思がすごいはっきりしてるから。で本を何回もずっと読まされて、でだから本当絵本読む以外家ではしてないかも。あとお散歩行ったりとか、あとマイルズだと一人遊びするんだよね。そう、一人遊びするんだけど、私だとずっと抱っこで、多分こいつはなんか甘えれば抱っこしてくれるって思ってるのか、あと私もそのスマホ NGキャンペーンずっとやってるじゃん。前よりは甘くなってるけど、なるべくスマホをいじらないとか、息子がいる時はもう息子のことをずっと見てるみたいにしてるから、多分
構ってくれるって思ってて、構うんだけど、だからもうほんとこき使われてる、あっち行けこっち行けってやられてるので、それでだから絵本が多いかな。あと何がある最近遊び？マイルズ息子の捕まりがち。あと捕まり立ちが好きで、リモコンをずっとさ、リモコンやスマホを取って食べようとしたりとか、テレビはお母さんと一緒に見せて、たまに爪切る時に違うの見せたりするけど、この間なんかさホテルでさ K-POP の番組やってたの、韓国の歌謡番組したら、もうほんと釘付けで話しかけても返事がないぐらい、男の子のなんかアイドルグループの歌とダンスをもう釘付けで見てて、これはいいと思って、今度から爪切る時はミス・レイチェルをよく流してたんだけど、ミス・レイチェルも結構見てたから、もう本当にもうなんか停止ってぐらい韓国アイドルを見てたので、今度から韓国アイドルを見せようと思ってます。でもさ、結局3回ご飯食べさせたらさ、で昼寝してとかなるとそんなにないのね、自由時活動時間っていうの。ご飯も時間かかるし、何してんだろうね。そんな感じで、また1歳になったので1歳の Vlog みたいなのを、1日 Vlog みたいなのを撮ろうと思ってるので、ぜひそちらもお楽しみにしていてください。では今日も、ありがとうございました。毎月質問ありがとうございます。また定期的にインスタグラムの方で質問ボックスで募集するので、ぜひぜひ送ってください。お願いします。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。